ルック全然やばくないですか？確かに。お前ずっと縄文時代とか生きてるどうも圭介です。皆さんの気になってるカメラありますよね。今日ちょっとですね、皆さんより一足先に、ごめんねナレーション絶対邪魔だよねモロンノンちゃんがあそこでナレーションしてるんですよ。ごめんね、ナレーション中にもう邪魔しちゃって、俺が声でかいからもう本当にごめんね。本当にそう、もうね、みんなでちょっと撮影してるんですけども、今日は例のカメラですよ。こちら FX5 というカメラが登場しました。でね、FX5 僕あんまり実は情報を追ってなくて、で、なんとなくこう FX3 の後継機だと思ったんですよ。で、なんでそういう感じで見てここ来たら全然違うのね。FX3 と FX5 全然違うカメラでした。ここからいろいろ撮影しながらちょっと紹介していくんですけども、そもそも FX5 って写真撮れないんですよ。動画しか撮れない。で、あとメニュー構造も変わってます。メニュー構造も FX3 までは結構アルファシリーズとかと一緒の α7S3 とか α1 とかそっちと一緒のメニュー構造だったんですけども、今回はベニスとかブラーノっていうシネマライン、ソニーのシネマラインのカメラと一緒のビッグ6っていうメニューが搭載されています。で、それ以外変更はできないです。なんかね、一応ちょっとそれっぽいメニューっていうのは一応ありはするんですけども、ちょっとやっぱ見慣れないなっていう感じではあります。ということでですね、今回はこれちょっとじっくり1時間ほどではあるんですけども、使わせていただき、で自分の気になるところ全部ソニーさんに聞きながらいろいろ解消して全部お伝えしようと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いってみましょう。いつも入ってきためちゃめちゃ人いんねんここはい、改めてこちらが FX5 のカメラですね。はい、で FX3 これなんですけども、若干だけ分厚くなってます。まずはですね、このバッテリーっていうのが前の FX3 とかに入っている FZ バッテリーからSA バッテリーっていうのに変わってます。ちょっと大きくなっているので、その分、ボディサイズもいろんな機能ね追加されてるんですけども大きくなっているという形になります。で、このね新しいバッテリーハンドルなんですけども、これも今現状 FX5 専用らしいです。だから FX3 の時のやつはちょっとねネジ穴の関係上なんかはまんないんですって。なのでバッテリーハンドルももう新しいものになってます。で、その代わりこの新しいバッテリーハンドルに関しては32ビットフロート収録ができるようになっているので、それこそ音割れの全然しない音声っていうのが取れるという形になってます。それはいいですよね。で、ちょっと外観を見ていきましょう。はい、そして外観なんですけども、まず上部こちらですね。はい、上部がですね FX3 と若干変化があります。大きく変化しているところでいうとダイヤルと、あとはここの部分ですね。これ実は外れるようになって、こうやって外すと端子が出てきます。で、これで実は後でね紹介するんですけども、外付けファインダーが付けれるようになってるみたいですね。で、もう一個ダイヤルがここにねついてますね。で、大きく変化したのがこの背面ですね。で、この背面の部分なんですけども、全然違うじゃないですか。まずね、ここにダイヤルあったでしょ。これなくなってます。なのでダイヤルは実際この人差し指のここのダイヤルと親指のここのダイヤル2箇所になってるんですよね。結構これ賛否分かれると思う。ジョイスティックはここについてるんだけども、やっぱねここのダイヤル、ない分、僕はね正直言うと若干使いづらさを今感じてます。なんかいつもこう親指でいじってたから結構今まだ慣れない感じですね。その代わりモニターめちゃくちゃ大きくなりました。FX3 から比べて2倍とかまでにはなってないんですけども 1.5 倍ぐらいは大きくなってますね。これモニターが大きいのはいいことです。もちろんこうやってチルトもできるし、はい、バリアングルにもできるので、こういう端子類とも干渉しないようになっています。で、左サイドですね、HDMI のポートと LAN ポートを追加されています。あとは USB-C が2ポートとマイク端子とヘッドホン端子はもうむき出しのままになってますね。逆側ここね SD カードスロットなんですけども、ここにはCF エクスプレスタイプ A と SD カードのスロットがあります。はい、今回からこのね FX5 内部で XOCN っていうロー収録ができるようになったんですよ。で、その時にこの CF エクスプレスタイプ A でしかロー収録できないんですよね。なのでどっちも CF エクスプレスタイプ A に対応していて、リレー方式でこっちが切れたらこっちって形でどんどん記録していけるよという形になっています。
はい、でこの FX5 のスペックの部分なんですけども、画素数的には1660万画素なので、一番大きい今回ねオープンゲートっていう3対2のフォーマットで撮れるんですよ。でそれで撮ると、5K のオープンゲートっていうので最大撮れるようになります。なので、画素数的には FX3 とかとあんまり大きくは変わらないですね。で、もちろん普通のビデオコーデック XAVC-S とかそういうフォーマットでも撮れるんですけども、メインはやっぱりロー撮影ができるというところかなと思います。あとはもちろんオートフォーカスとかホワイトバランスとか最新のものを詰め込んで、なおかつセンサーとかその辺も新しいものに刷新してます。で手ブレ補正ももちろん新しくなって強くなっていて、重さがバッテリーとメモリーカード込みで 734g という形になっています。でここまでスペックとか外観とか紹介してきたんで、やっぱちょっと実際に撮影してみたいじゃないですか。ということで、これでちょっとモデル撮影スペースっていうのがあるみたいなので、そこでちょっと撮影していきたいと思います。ケイスケの動画。いやだからそうちょっとオープンゲートがいいなって思ってるかな。他のカメラのオープンゲートって結局 7K になるのよ。でかくなる。でかくなるのよ。で 5K でオープンゲート撮れるのってないんだよね。それ1点のために90万使うかっていう。1回ずつさ再起動するのこれ。いやそうなんですよ。じゃあ途中でその 24p と60フレームで変えるっていう時にまた再起動しちゃうんだ。なるほどね。これちょっと文句言ってて。もう伝えてます。伝えてるこれどうおすごい YouTuber がこんな感じで始まるんだ。はい、どうぞ。よしどうですか。どうかってことですか。そういや僕はもう待ち望んでましたね。何待ち望みローだからその S3 をずっと使ってるじゃないですか、その5年前ぐらいから、そこからこういろいろカメラ出てたじゃないですか、ソニーさんから。ただ上ではないというか、そのグレードとして、その映像制作の質が上がるっていうよりはちょっとその価格が安くなってちょっといろんな機能増えてますみたいな感じだったんですけど、今回は確実にこう FX3 の上位機種っていうところで内部ロー LT、C1、C2 入って、で32ビットフローの収録取れて、オープンゲートは正直僕はそんなに嬉しいとかはあんまないですけどなんか俺嬉しいけどね嬉しいとかないけど、一応オープンゲートで撮れるっていうのも強みなのかなっていうところで、実際に僕も撮影で使ったんですよ。使って撮影の時はこんな感じか、撮影してて、編集の時にえぐいローの16ビットの確かにねガチでちょっとこれねウッシーのあれで見てくださいね。いつか公開されるんでしょ。もう明日っすね俺より遅い多分今日なんですか。俺も今日公開するこれ。だってソニーさんの確認が取れないと俺動画できないから、ウッシーの動画で確認してください明日の、本当にこれ確かにいや全然違うわ。ルック全然やばくないですか。確かに。いや確かにな。女性の方のやつは照明さんいるパターンで、男性の方のやつは照明ないパターンで撮ってて、えぐくないですか。これ見たら全然違う。だから撮影の時分かんないんですよ。確かにね。いやしかもさ今までこういう小型カメラで、16ビットとロー撮れるのってなかったやん多分ね。例えばニコンの ZR とか、キャノンのやつのローとかって多分12ビットローなのよ。だからね結構違うのよそこからも。それがいいよね。なるほど12ビットなんだ。俺使ったことないから分かんないいやてかマジ AF えぐいっすよ俺の動画見てください。やばかったっす。 AF だってさ今までも別に良かったじゃんって思うじゃんそこがミソそうなの。いやえぐいっすよ。そうなの。全然違う。もう今までのやつ AF じゃない。ウッシーがさ、ウッシーはだってそのさ FX とか、S3 からここでしょ。多分段階踏んでるもん。
なるほどね。アルファ1とか、はい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 。アルファ7-5とか全部使ってるから多分段階的に言ってる俺は。なるほど。さすがに。だって毎回 AF 強くなってた。強くなってる、さすがに。じゃあ俺もしかして弱かったってこと？そう、お前ずっと縄文時代とか生きてるいやでも S3 をこんなに使ってるのは僕だけですね。あ、そうなんだ。いやわかんないですけど適当めっちゃ良かったです。普通に欲しい、マジで買えるなら。90万。90万欲しい。セットで90万ですね。欲しくはあるそりゃちょっと私はやっぱりスチールがメインなので、そもそもターゲットじゃないなっていうのはありつつも、やっぱその FX3 から約5年ぶりに新しくね5が登場したということで、かなり映像制作やられてる方は盛り上がっているんじゃないかなというのがすごい実感しました。プロやプロや全然お金もらってない、お金もらってない遊びに来ただけ。ケイスケの動画。はい、ということで、オフィス戻ってまいりました。で、現時ではちょっとね、言えなかった部分というか、時間がなくてね、言い切れなかった部分、例えば使って実際良かったのか、あと本当のところどうなのってところ気になると思いますので、ここで実際に感じたところを全部ご紹介したいと思います。で、まず、もう前提として FX5、いいカメラだなと思いました。普通にサイズ感で16ビットのローが撮れるのはすごいなという感じ。で、それはね、欲しいかどうかの話で言うと、欲しいですよ。欲しい。それはね、あんなちっちゃいカメラでがっつり手ブレ補正効いて、でもローも綺麗で、モニターも大きくなってめちゃくちゃええやんとは思うんですけども、ね。ってところもあるので、ちゃんと悪いところもね、紹介させてください。で、まず、実際に使って良かったところなんですけども、そもそもローがやっぱ撮れるのいいですよね。今回16ビットのローってことで、ああいうね、一眼サイズタイプのカメラって、例えばキヤノンのカメラ、この R6M3 とか、あとはニコンの ZR とか、そういうのもローの内部収録っていうのはできるんですけども、やっぱりローは12ビットローってやつなんですよ。で、サイズ感で16ビットのローが撮れるカメラっていうのは多分あんまない、レッドのコモドっていうカメラだったりとか、ブラックマジックデザインの BMPCC とか、その辺のカメラだったら撮れはするんですけども、それ以外の要は普通の一眼ライクなカメラで16ビットロー撮れるものってないんですよね。やっぱり12ビットと16ビットってもう色の階調の幅が全然違うので、表現できる色の幅っていうのもそりゃ大きくなってます。なのに今回のソニーの XOCN のローっていうのはデータ容量も比較的小さめなんですよね。元々ソニーのカメラって 4K の XAVC-SI っていうフォーマットがあって、それがですね、かなりビットレートの高いフォーマットであったんですけども、それよりなんなら少し圧縮率高くローが出力できる。なので普通のビデオフォーマットとそんなに大差なくローが使えるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。僕の普段使ってるフォーマットっていうのが XAVC-HS ってやつなんですけども、大体それの倍ぐらいの容量で使えちゃうと。今まではね、ニコンの ZR とかで、例えば R3D のローっていうのがあるんですけども、それで使うとすると、さらにソニーのやつの、2倍、3倍ぐらいの容量になっちゃうので、かなり容量を節約しながら撮影できるっていうのはメリットなんだと思います。で、しかも、今回のソニーの FX5 って、XOCN LT、C1、C2 この3種類の、圧縮率が選べるんですけども、一番圧縮されてる C2 だったとしてもそんなに画質変わんないなっていう印象でした。かなり大きい画面で見て、なおかつ拡大しないと分かんないレベルではあったので、容量はかなり小さくなってんのにそんなに画質劣化を感じなかったです。で、あとソニーの FX5 自体やっぱ手ブレ補正も FX3 からすると良くなってて、ちょっと比較で分かるかどうかはね微妙なんですけども、カクつきとかかなり減ってるような感じがしました。ちなみにこの手ブレ補正も、スタンダード、アクティブ、ダイナミックアクティブ全部使えるようになってて、かつ 4K の 120p、4K のスローモーションでもアクティブ手ブレ補正使えます。で、しかもローの撮影の時もアクティブ手ブレ補正使えました。これ嬉しいね。で、まだあります。オープンゲートですね。普段はこの動画と同じように16対9っていうフォーマットで動画っていうのは撮影されるんですけども、センサー自体はこの動画よりもちょっと縦長3対2のフォーマットなんですよね。で、その3対2の全部を使って記録できるよっていうのがオープンゲートで、このオープンゲートで撮影をしておくと、後で縦でも切り取りやすいというメリットがあったりします。で、今まで例えばキヤノンのカメラとか、ルミックスのカメラっていうのはオープンゲート使えたんですけども、そっちだと 7K とかになっちゃうんですよね。そんなに解像度いらんと思って、僕 4K のオープンゲートぐらいでいいんだよなと思っていたら、今回の FX5 は 5K のオープンゲートってところなので、そこもね
ちょうどいいかなっていう風に感じました。あとはモニターが大きいの嬉しいで、モニターもバリアングルもチルトもいきますっていうのも嬉しいし、あとトリプルベース ISO ですね。これね、結構映像がっつり使ってる人だったら嬉しさわかると思うんですけども、今まで FX3 って ISO800 と12800っていうのがベース ISO だったんですよ。このベース ISO っていうタイミング、ISO っていうのを上げていくと、そのタイミングでノイズががっつり減るんですよね。なので例えば FX3 を使ってる時に ISO8000 とか1万とかその辺で撮影するんだったら12800まで上げちゃった方がノイズ少なく綺麗に撮影ができるというところがあったんですけども、ちょっと幅が広いじゃないですか。800と12800ってすごく幅が広くて、じゃあ中途半端な真ん中の時どうすりゃいいんじゃって結構なってたんですけども、今回の FX5 に関しては800、4000、12800この3個のベース ISO があります。なのでちょっと中途半端なタイミングでも4000のベース ISO を使って撮影ができるっていうのが嬉しいですよね。で最後これもちょっとね試しきれなかったんですけども、いいなって思ったのが超解像ズームのスムース優先っていうのがあります。でこれはですね、ルミックスとかのカメラに入ったハイブリッドズームっていう機能があるんですけども、要は普通のね光学ズームとデジタルズームっていうのを合わせて、もう普通にこのレンズのズームリングを回すタイミングに合わせて、それに連動してデジタルズームの比率もかけてくれると。なので28から 70mm のこういうタイプのレンズだったら28から 105mm で使えたりとか、そういう風にできる機能も追加されました。これちょっともともと知らない人だと分かりづらい機能かもしれないんですけども、これもね使ってる人からするとかなり嬉しいです。でここまで聞いてると、うわなんやそれめちゃくちゃ欲しいやんけと、もうめちゃくちゃいいカメラ出ちゃったっていう風に思うかもしれないんですけども、もちろんね使ってみて、うわこういう感じなんだみたいなところもあります。なんなら今までのポイントだけ見たら僕ね普通に買ってるんですよ。でもちょっと心が踏みとどまってる節があって、ここからねちょっと実際に使ってみていまいちだったポイントもご紹介するんですけども、まずね記録のフォーマットとかを変えようとするといちいち再起動が入るんですよ。例えばさっきローのフォーマットで、ローの XOCN、LT、C1、C2 この3種類ありますよ。じゃあそれを C1 から C2 に変えましょうって言って変えようとすると再起動入ります。とか、あとはフレームレートを変えるとか、解像度 5K のオープンゲートから別の 4K にするとか、そういう時にも一回一回再起動が入っちゃうんですよね。で普通の例えば MP4 とかの撮影の場合はフレームレート変えるぐらいだったら再起動はしないんですけども、どうしてもローとかに入ろうとすると再起動しちゃうというのが結構難しくて、例えば僕の場合この FX5 で Vlog 撮ってやろうと、ローでついに Vlog 撮れる時代来たかもと思ったんですけども、やっぱ旅行先でスローモーションと普通の動画切り替えたいんですよね。 24p と 60p で切り替えたいなと思うと、それで切り替えるたびに再起動が入っちゃう。そうやって再起動が入っちゃうと Vlog の大切な瞬間を逃しちゃうというのがやっぱりあったりするんで、そこはちょっと苦しいなと思いました。でちょっと惜しいなと思った部分2つ目がオープンゲートの話なんですけども、ついにソニーにオープンゲート入ったかと思ったんですけど、やっぱ 5K のオープンゲートはローじゃないと撮れないんですよね。普通の MP4 とかで 5K のオープンゲート撮れたらね、さっき言った通り僕ルミックスとかで 7K のオープンゲートだと容量がでかい、それが気になるって話だったのに、いやローだったら意味ないやんと、でかいままやんっていう感じでちょっと残念でした。でしかもねこれちょっと親切じゃないなと思ったんですけども、これちょっとね実際に触ってみないと伝わりづらいと思うんですけども、例えば普通の 4K の16対9の画質を選択してるとします。そうすると記録方式にローとか MP4 とかいろいろ選べるわけですよね。 XOCN-LT とか XAVC-S とかいろいろ選べる。でそれはいいんですよ。で逆の場合にね、XAVC-S 要は MP4 とか選んでる時になぜか解像度の方でオープンゲート選べるようになってるんですよ。ただそのオープンゲート選ぶとなぜかローに変わっちゃうんですよね。みたいな。でもそのオープンゲートになったタイミングで XAVC-S にもう一回戻したいなと思ってそこの欄見てみるとないんですよ。ローしかないの、選択項目が。じゃあどうやって元に戻すかっていうと、もう一回解像度を 4K の16対9にしてから記録形式の方を見ると XAVC-S が復活してるというなんか謎の構造をしてます。なんかその選べるものと選べないから非表示にしてるものの差が分かんないというか、ちょっとそこがまだ設定詰め切れてないのかなっていう感じがしてます。もちろんねこれアップデートで治るとは思うんですけども、若干それ今日使ってて不便だなっていう風に感じました。であとまだあるんですけども、さっきのトリプルベース ISO ですね。これめちゃくちゃ便利な機能ではあるんですけども、ちょっと専門的な用語が並んで申し訳ないんですけども、フレキシブル ISO モードだと使えないです。
ちょっとねニッチな話なんですけども、 FX シリーズにはシネ AI っていうモードとフレキシブル ISO っていうモードがあるんですね。でそのフレキシブル ISO っていうのはまあ普通に ISO を変えられると、例えば100とかから12800まで、まあ段階的に100、200、300、20、400とかいう風に変えられるものではあるんですけども、に対してシネ AI っていうのはベース ISO 決めますと。でそれでプレビューだけ明るくします暗くしますよっていうのを選ぶような方式なんですよね。なので撮影はもう完全にベース ISO のみになります。でも正直僕にとってはそのフレキシブル ISO の方が直感的で一眼っぽく使えていいんですよ。なんだけどこのフレキシブル ISO を使うときにこのトリプルベース ISO っていうのは適用されないと、シネ AI モードじゃないと適用されないみたいです。これちょっと悲しいですね。まあそんな感じですかね。まあメニューはもう少し使っていけば慣れるし、まあダイヤル欲しいなって思うけど、ダイヤルの部分もまあ操作に慣れればいけるかなっていう風に思ったりしてます。まああとやっぱ気になるのは値段とバッテリーかな。今回 α7R6 とかと含めてバッテリーが新しくなってて、今までの FX3 とかに使ってるバッテリーと共通じゃないんですよね。併用ができないのでかなり新しく買わなきゃいけないっていうのもちょっと運用としては僕はしんどいなと思うところだし、まあ加えてやっぱ値段ね、なんかねもちろんそのぐらいの価値はあると思います。16ビットローが取れて手ブレ補正が効いてってカメラ今までないから。そんなカメラ確かになくて、確かにスペック上はすごいんだけど、まあそれを Vlog で使おうみたいなねふざけたことを言ってるやつが90万で買うかって言われると、まあなかなかね手が出ない価格帯ではありますよね。まあそれもねさっきのいまいちな部分が解消されて、ローを取れる上に一回一回再起動しなくて普通になんか一眼と同じ感じでロー使えるやんってなってたらちょっと僕心が動いてるんですけども、ちょっとさすがにそうではなかったので、やっぱり固定で撮影するとか業務で使うとかもうそういう人向けなのかなっていう風に感じました。ケイスケの動画はい、ということでなんだかんだがっつりと喋ってきちゃいました。で結論で言うとやっぱ FX3 とかって今までシネマラインって言いながら結構一眼ライクだったんだなっていう風に感じてます。要は一眼の要素を詰め込んでて、まあ一般的に映像制作のスタイルで言うとラン&ガンスタイルって言ったりするんですけども、もうこのカメラだけでバー行くぜバーって撮影するぜみたいなスタイルが FX3 の時はできたんですけども、ちょっとやっぱ FX5 の方は腰を据えてしっかり撮る構図っていうのを決めて撮影するっていうのに向いてるカメラだなっていう風に感じてます。まあちょっと僕は正直買うかどうか迷うな。まあロー正直使ってみたい。まあ本当は今回の動画でもローの作例をお見せしたかったんですけども、まだこの時点ではアプリケーション側がローに対応してないのでね、使えなくてまあ、ただウッシーとかに見せてもらったローの映像やっぱめちゃくちゃ色良かったんでね、まあ、正直使ってみたい気もしています。ちょっとねしばらく悩んで、まあ、もし購入した場合はレビューをお送りするかもしれないので、それも楽しみに待ってくれると嬉しいなと思います。ちょっと買うか分かんないけどね。はい、ということで、今回はハンズオンレビューでございました。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。